皆さんこんにちは、エソです。今回は7月10日に実装される限定星5キャラクター V の性能を改正していきたいと思います。もしこの動画が良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。なお、この動画は大陸版の情報をもとに作られており、翻訳などが一部異なる場合があります。そちらについてはご了承ください。V は電撃属性の単体アタッカー。V の特徴は味方の攻撃に反応する追加攻撃です。 V は味方の回答がスキルで敵を攻撃した際 35% の確率でその敵に向かって追加攻撃を行います。その後その敵が受ける次の電撃属性ダメージを 15% アップする効果も追加します。ユイはこの追加攻撃を強化するスキルを多く持っており、追加攻撃でダメージを出していく特殊なアタッカーになっています。それでは各スキルの性能について見ていきましょう。スキル1は敵単体に電撃属性の大ダメージ。敵が感電状態でない場合は中確率で敵に感電を与えます。そして敵が感電状態の場合は与えるダメージが 30% アップします。ユイの基本となるダメージスキルですね。スキルには敵全体に電撃属性のダメージを与え、メインターゲットに対してはダメージが 25% アップします。使いやすいスキルですが単体アタッカーのためあまり使うことがありません。そしてスキル3は自身の攻撃力を大幅アップし、さらに味方1人を遊び相手状態にします。遊び相手状態の味方が攻撃した際、ユイは通常より強力な追加攻撃を確定で発動します。さらにそれ以外の味方についても追加攻撃が発動する確率が 35% から 45% に上昇。ユイの追加攻撃を大幅に強化する基本となるスキルです。そしてユイのハイライトはユイ自身の攻撃力を大幅にアップし、さらに1ターンの間味方が攻撃した際追加攻撃が確定で発動するようになります。非常に強力なハイライトなので最優先で使ってあげたいですね。ユイの使い方ですが、スキル3、スキル1の順番で交互に使ってあげれば OK です。スキル3は必ずサブアタッカーやデバフキャラクターなど相手に攻撃するキャラクターを選択してあげてください。またパーティー全体もなるべく攻撃するキャラクターで埋めてあげるとユイの追加攻撃が発動しやすくなっていきます。V のスキル一覧がこちらになってます。 V は感電状態の敵に対するダメージが 36% アップする効果。そして遊び相手がいる時 V とその味方のクリティカル率と攻撃力を 12% アップする効果を持っています。ユイは自分だけでは敵への感電付与が安定しないため、遊び相手となる電撃属性のサブアタッカーが必要不可欠です。 V の武器効果一覧がこちらになってます。星5武器は V のクリティカル率と追加攻撃を上げ、さらに味方の電撃スキルで追加攻撃が発動するとダメージがアップする効果を持っています。 V の性能を大きく上げてくれますね。星4武器もクリティカル率をアップし、さらに V 自身の電撃ダメージも上げてくれるため悪くはない性能ではありますが、星5武器が強力です。 V のおすすめゲージカードセットがこちらになってます。 V は電撃属性アタッカー向けの転換、そして成長のセットが強力です。転換のセットで電撃属性ダメージを上げ、成長のセットでユイの追加攻撃のダメージを上げてくれます。おすすめメインステータスは他のアタッカー同様、月が攻撃力と攻撃倍率プラス、星がクリティカル率とクリティカルダメージ、タツが攻撃力になっています。サブステータスについてはユイは追加攻撃でクリティカルが出るかどうかが非常に重要なので、クリティカル率を優先してあげてあげましょう。ただ 100% 以上になってしまうともったいないので、そこはパーティー全体で調整するようにしてあげてください。それ以外はクリティカルダメージ、攻撃倍率プラス、貫通の順番で上げてあげると良いと思います。ユイの凸効果一覧がこちらになっています。ユイの凸は自身の追加攻撃を大きくパワーアップする効果が揃っています。1つ目は追加攻撃のクリティカル率が 20% アップし、感電状態の敵に対してはさらに 10% アップします。感電状態の敵に対してはそもそもクリティカル率が 12% アップするため、この1凸効果だけでクリティカル率が 50% 近く上がっていることになります。2凸目は追加攻撃が発動した時自身と遊び相手の攻撃力を 10% アップ。こちらは最大3層まで貯めることができます。4凸目ではハイライトを使うとクリティカルダメージが 40% アップする効果が追加されます。さらに貫突効果ではユイの追加攻撃が 25% 分のダメージで他の敵にもダメージを与えるようになり、さらに敵が1体だけの場合は追加攻撃の火力が大幅にアップします。非常に強力な貫突効果を持っていますね。星5武器と1凸どちらを優先するかについてですが、ユイは星5武器の方が性能が高くなっています。迷ったら凸より星5武器を優先してあげましょう。 V のおすすめパーティー編成がこちらになってます。 V は追加攻撃の条件を達成するため攻撃を繰り返すキャラクターと相性が良いです。ヒーラーなしであれば感電付与役をワンダーに任せリドル、クローザー、オキャン、ヒーラーありであればクローザーの枠にモナを編成してあげるのが良いと思います。
サポーターの入れ替え候補は攻撃はしませんが味方の攻撃を上げてくれるリオン、そして耐久しながら敵単体に大きなデバフを与えることができるソイがおすすめです。そしてサブアタッカーとしてはジョーカーもかなりおすすめになっています。ジョーカーは追加ターンを獲得することにより V の追加攻撃のトリガーを2回引くことができます。ジョーカーを編成する場合はジョーカーをスキル3の対象に指定してあげて V の追加攻撃を複数回発動させましょう。ヒーラーの入れ替え候補は同時に実装されるマリアン、そしてキャトルになっています。基本的にユイのための関連はワンダーで付与してあげるのがいいです。おすすめペルソナは敵に関連を付与することにより味方全体のクリティカル率をアップすることができる雨の渦め、関連状態の敵に対するクリティカルダメージを上げてくれるユルングがおすすめになっています。またレベルが上がってくればトールもおすすめです。トールは味方が3回電撃ダメージを与えた後専用スキルを使うことによって味方全体の電撃ダメージの火力をアップしてくれます。それでは最後にユイの強みと弱みについて見ていきましょう。ユイの強みは何といってもその高い単体ダメージ、追加攻撃の発動回数が下振れた場合でもトップクラスの単体ダメージを発揮することができ、上振れた場合は凄まじい火力になっていきます。そしてクリティカル系の自己バフを多数持っているためクリティカルを発生させやすいのもポイントですね。味方のバフなどと組み合わせてクリティカル率を 100% にすることもできます。ユイの弱みは自身で関連を付与しづらい点ですね。ユイは火力をアップするために関連を付与する必要がありますが、ユイ単体ではなかなか関連を付与できないため他のキャラクターでのサポートが必須になっています。また追加攻撃には味方の攻撃が必要なため先ほどの関連も相まってパーティーの自由度がかなり制限されてしまいますね。そしてダメージのブレが激しい点もマイナスポイントになっています。ユイは遊び相手以外で追加攻撃が発動するかどうかが火力にかなり重要になってくるため 45% のガチャを毎回引かなければいけません。上振れれば凄まじい火力が出ますが下振れも発生しうるため思ったより火力が出ないこともあります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それでは最後に V の大陸版での評価を紹介しましょう。 V の大陸版での評価ですが無凸段階では単体アタッカーの中ではそこまで高くありません。理由はやはり単体アタッカーのインフレが進み他の単体アタッカーの火力がどんどん上がっている点になります。ユイは追加攻撃による攻撃回数という点は唯一無二であるため攻撃回数や追加攻撃が必要なギミックでは採用されたりするんですが、それ以外のギミックではなかなか採用されることが少ないです。ただ貫突までいくとユイは非常に強力な性能になるため貫突ユイは今でも大陸版の最上位ランキングで使われている性能になっています。ただユイは実装されて間もなくは単体アタッカーとして最強の性能をしていますし、サブアタッカーとしてのユイが輝く電撃単体アタッカーなどが実装されればユイはさらに評価を上げるキャラクターだと思っています。見た目も非常に特徴的で使っていて楽しいキャラクターなのでぜひ入手してみてはいかがでしょうか。このチャンネルではこれからも P5X の攻略情報をどんどん発信していくので、もしこの動画が良ければチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。さようなら。